こんにちは、文鎮です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。さて、今回は都道府県解説シリーズ第3弾、中部地方行ってみたいと思います。はい、中部地方ね、全部で9県あります。多いです。なので、なるべくテンポよく解説していきたいと思いますので、もし早かったらですね、少し動画を止めたり戻したりして見てみてください。さて、では行きましょう、早速。では新潟県から行きます。新潟はね、難しいですよね。方っていう字がね、私っていう字も簡単ではないんですが、さて、新潟県。早速難しいですね。はい。さあ、新しいという字はですね、さあ皆さんも耳たこだと思うんですけども、どこ主役にしましょうという話なんですが、もうこれちょっとはみ出んばかりに伸ばしてますけど、これをですね、主役にしたいと思います。なおかつ、辺と作りの字なので、横幅でまたメリハリをつけたいと思うんですが、こことここですね。こことここ。で、が目立つようにして、なので、こういうところは開けましょう。ここも開けてやって、この外側が目立つようにしてください。で、この人目立ちたいんですけど、この上と下の関係をどうしようかというところなんですが、この人少し上にして、こっちの方が、金の方がね、1金2金の方が少し下がって、その分ここもこれが上で、これが下に来ると、ちょっと段違いにする形にするといいかなと思います。はい。なのでここは開けて、ちょっと高さ変えてやるといいと思います。で、辺と作りの字なので、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、この外側を広げたいんで、この内側の、要はこことここの間のところですね。この辺と作り接するところはもう狭く、ちょびと、こういうところも幅をね、取らないようになるべく立てましょう。で、芯は、これがどこを伸ばすかっていうところが、これは一つのパターンに過ぎません。なので、当然、ここで横幅取って、じゃあその分、キーの横角を短くしようかなっていう。こういうのもね、パターンとしては、昔の人が書いてる中では、どっちもありますので、これはこれで、こことここで、バランス取ってやれば、それはそれですっきり見えますし、ここを短く、タツの下を短くして、木片で幅を取っても、いいかなと。ここはお好みです。はい。こんな感じで。問題はガタなんですけど、ガタね、今回この解説するにあたって、絶対ガタ難しいと思うんで、皆さんが、路頭に迷わないように、代わりにいろんなガタのパターン書いて、どれが一番かっこいいというか、大人っぽく見えるかなっていうので、いろいろ試した結果ですね、こういう感じで書いてます。で、一番じゃあやっちゃいけないというか、やんない方がいいかなっていうのは、この薄いっていう字が、こうちょっと縦長に細くなっちゃって、で、下のこの幅、なんていうの、鳥の下みたいなところも幅が狭いとちょっと貧弱、こういうとこスカスカ白が空いてるんで、なんとなくこう貧弱に見えてしまうんですね。要は三髄もそんなに幅がない中で、こっちの作りの方もこう細いというか幅があんまりないと、なんとなく貧弱に見えてしまうので、
この薄いっていう字と下のこの足のところは、この幅をね、ある程度取りたい。どっしり、特に下は構えてやると、格好がつくかなと思いました。で、なおかつ、ここがこう、しっかり足が目立って見えたいので、こういうとこ開けるようにするために、薄は、これよりは狭くはするんですけども、あんまりこう、細いというか、幅がないとちょっと貧弱になってしまうので、どっしりと構えつつもコンパクトにいきましょう。なので、こうして、この、こういう白とかこういう字は、当然こう中に入る。で、こっちもキュッとキュッとこういうくびれを作ることが前提なんで、そういうとこも活かしてですね、こういうくびれを作ってまたここ広がって、で、あとね、もう一つポイントとして、この足ばっか長くても、実は格好悪いんですよ。要は、ここがね、狭くて、こう、長いと。で、ここが異常に長いと。いうのは、足長に見えてというか、足長が良さそうに見えて、実はあんまり、まだしっくりこないなっていう、これは個人的な考え方です。なので、最終的には、私、落ち着いたのはですね、こう来て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 、ここまで広がって、で、ここ、なるべく少し開けて、で、横幅しっかり通って、で、ちょん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 とこう上に這わせるようにしてやると、足も開きますし、しっかりどっしり構えられますし、こういうところの空きが逆によく見えたりするっていう結論になりましたので、はい、これは一例ですね。なんですけども、参考にしていただければいいかなと思います。さあ、どんどん行きましょう。次、富山県行きます。まず、うかんむりでしっかり幅取って、この横幅の使い分けです。富はね。はい。さあ、富山県行きましょう。この富っていう字は、横画がね、いっぱいわー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 と重なる字なので、この幅の使い分けをしっかりしましょう。なので、このうかんむりを一番広くしてあげて、下のこの横画とこの口の幅は少し狭く、一番狭くして、中くらい2番目に広いのがこの田んぼの田っていう形にすると、こう、シュッと見えるので一番いいかなと思います。こういうところが空きがあるので、こう、すっきりして見えると思います。富はそんなもんかな。こことね、ここの幅はもう同じくらいで別に構わないです。はい。とにかく、このメリハリをしっかりつけるために、ここをしっかり開けるために、横角が、使い分けられればいいかなと思います。で、当然、先ほども言いましたけども、この他の、こういう口のね、これは当然、内側にこう入って、やるとなおくびれがついていいかなと思います。はい。富はそんな感じでいいと思います。で、山はもう何回も出てきてはいるんですけども、ここをしっかり揃えましょう。頭はしっかり出して三角形にしましょう。で、この下のところね、ちょっとこの足があるといいかなと思いますので、ここを少し右に上がって、で、こう、下ろしてくると。で、ここがね、ここの空きが大事ですよということになります。はい。富山県こんな感じでいきましょう。さて、では石川県でございます。石川県ね、画数少ないんですけども、バランスですね、これは。
さあ、石川県。石はですね、なんか石書いた気がするのはなぜかっていうと、岩手県がやったからですね。岩手のところで石解説してるんですけども、この1画目は中心に置きましょうと。で、左払いをどっから始めるかっていうのが少し大事になってきていて、この真ん中から始めた場合、こうやって口を書きますよね。そうすると、ちょっと右にこう寄って見えるの分かりますかね、こっちに。こういう感じになっちゃうので、これ真ん中を置いて、少し左にずらしましょう、この付け根を。で、外に広がると。そして、そうすると口がね、悠々とこう入ってこれますんで、真ん中に入っているように見えるかな。さあ、石はそんな感じでいきましょう。で、川はね、神奈川で出てきたので、簡単にやっておくと、ここの幅揃えることと、こういう下は高さの違いがあるっていうことと、この人3本目が目立ちたいので、1画目と2画目の高さは同じぐらいにして、ここだけボコッと出ましょうと。これが川になります。さあ、次行きます。さあ、福井行きましょう。こんな感じですね。はい。福井は福島の時に福やってるので、簡単にやっておきますと、示す辺はここかここ、どっちかを伸ばしてどっちかを短くしましょう。なので今回の場合は、ここを長くしてこっちは少し縮めて開けてますと。で、右側に関しては、他が一番広くなっているので、横角と口は幅は、同じぐらいにして狭くしておけば、ここが開けられていいかなと思います。で、高さの違いに関しては、こういうとこ少し開けてやって、これと同じぐらいかなとか、少し、示す辺の方が背が高くなった方がいいと思います。なので上もこっちが飛び出て、こういう高さの違いがありますよというところになります。で、いに関しては、いはやってないですね。いは、これとこれ、これとこれが目立ちたいので、相方となるこの横角、上の横角は短くして、こっちの縦角に関しては相方のこっちを短くすることによって、メリハリがついてますよという形になります。ここはですね、横角当然右上がりになるんですけども、これも右上がりにして、最後少しまたこの始まりぐらいまで高さこう落としてやると落ち着きが出ます。このまま、横にこう上がったままね、こうなってると、ちょっとやっぱこの右上に引っ張る力が強くて若干安定しないんで、座りを良くするためには少し最後落ち着かせてあげるといいと思います。では、山梨、また山、ちょっと変なのありましたんでこれ上から撮ってね、やると結構難しいんですよと、ちょっと言い訳してみますけど、手元がね、あんまり見えないという。はい、こんな感じで、ちょっとこっちはピッピと。で、なしね、なし。うわ、またギリギリだ。これね、つい映ってる、あれを、範囲をね、見逃してしまうという。さあ、山梨でございますけども、山はもう割愛しますね。なしは、これもね、横幅の結局使い分けなので、このリと木は、リを狭くして、で木のこの払い、
左右の払いで幅をしっかり取ってますという感じになります。なので、例えば、リがね、こう、幅がどっしりなってて、この木もこう広がって、こんな感じだと、ちょっとふくよかですねって感じになっちゃうので、リは、辺と作りのこの組み方は当然やっておく必要はあるんですけど、このリっていう字自体の幅は狭くして、この木の一画目も同じぐらいの幅でか、もしくはちょっと狭くして、ここねしっかり払ってあげると、どっしり構えられるかなと思います。あんまりこう狭すぎる必要はないんですけども、そういうことを考えてやるといいかなと思います。で、この木のここもね、前もなんかで確か言った覚えがありますけども、こういう風に下のところね同じぐらいの高さにしちゃうとちょっとかっこつかないので、少しこの払いとこの縦角の高さ違いをつけてこう浮かせてやるといいかなと思いますね。はい。で、なおかつ辺と作りだけじゃなくて下にこうパーツがつく字になるので、この頭をね目立たせて、接する部分はあくまで幅というか高さを取らないようにしましょうねというのも一つ大事な考え方になります。なのでこういうところを大きくして、これもね上をこう大きくして、この接するところっていうのはあんまり高さを取らない方にした方がよりいいかなと思います。これは極端な書き方なんで、そういうことも意識しましょうねという話になりますね。さて、この撮影の範囲に気をつけながら、次がどこだっけ、長野ね。長野もちょっと若干嫌な感じがしますね。長野県の方が悪いわけじゃないんですよ。さあ、長野ですね。長いっていう字、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、これも横角がね、いっぱいある字なので、横幅を注意しながらやるといいかなと思います。当然この人が一番長くて、ということになるといいかなと思うので、これがまず少し長くて、真ん中の2本短くして、これまた長くして、この払いの幅はね、同じぐらい、この下ぐらいでいいので、こういって、こういって、こう払うと。かなと思います。もしくはこの左払いを目立たせるために、この辺で終わって、こうやってもいいかなとか思ったりするんですけど、なんかね、やっぱりこう左にずれたりとかどっちかにこうずれる要素があると、極端にずれるとですね、あんまり座りが良くないかなと思うので、こういうことも考えるんですけども、結局こういう形になるっていうような結論です。はい。のっていう字は、この里とこのよ、あらかじめっていう字ですね。この里っていう字はなるべくコンパクトにギュッと塊にしたくて、この右側はね、当然高さも高くなるし、ある程度幅も欲しい感じなので、この里っていう字はコンパクトにしましょう。で、横角こう重ねていくんですけども、最後この
とこだけ少し羽のところ急にして、角度を急にして、この上に行くイメージでやるといいかなと思います。で、この里っていう字も口があるので、こうキュッと中に入って、こういう反った形にイメージになるといいと思います。なのでこう里がね大きかったりとかで、こっちの字が狭いよっていう風になっちゃったりとかすると、あんまりかっこよくないかなと思いますので、里はコンパクトにして、こっちも、これをで幅を取りたいので、この間は狭くして開けましょう。また下もこの真ん中に来るぐらいにして開けてやって、ここの高さも最後変えてやるとすっきりするかなと思います。はい、じゃあ次ですね、岐阜行きましょう。かな。はい。岐阜っていう字ね、ちょっとね、山でかくなりましたけど、本当はちょっと、もう少し山ちっちゃくてもいいか。書き直せよって話なんですけど、すいません。まあいいや。謎の時間が流れましたね。はい。このね、岐阜っていう字の山とこの支えるなんですけど、当然山の方がちっちゃくなってやって、で、ここの右上がりも大事ですね。さて、で、この支えるっていう字は、これが目立ちたいんで、この横幅ね、削ってあげて、なおかつ、この高さも少しここ変えてやりましょう。で、これが目立ちたい。で、上は、この頭が出たいんで、ここしっかり開けてやって、なんでどうなっちゃうとダメというかあんまり良くないかっていうと、極端にやるとこういう感じだとちょっとかっこ悪いよねっていう、ここが長いとあんまりかっこよくないんで、頭をしっかり出してやって、ここは詰めてあげて足を伸ばしましょうという感じになります。はい。で、歩なんですけど、ここはもうこれが目立ちたいんで、ここと上のこの口2つは幅同じぐらいにして狭くしておけば、OK かなと思います。で、この中心に最後しっかりね、角を置いてやればいいかなと思います。さて、静岡です。なんかだんだん多分皆さんね、どこを気をつけてやればいいのかっていうのはね、分かってきてるはずなんです。だからまあ全部教えなくても応用できるはず。さて、静岡でございます。静岡はですね、この辺と作りの字なんで、ここね、幅しっかり取って、他は遠慮しましょうねというところになります。で、青っていう字は当然、これ青森でやったので、簡単にいきますと、足長めにしてねというところで、ここは間、だいたい同じにしようねというところですね。あと頭出しましょうねと。で、この合わさるっていう字に関しても頭をしっかり出して、
こういうとこ間同じにして、また足長にしてやるといいかなと思います。急にめっちゃ雑になってますけど。で、丘はですね、やっぱ画数ね、これと、静と丘でね、2つで書くときに、静かっていう字が画数が多くて、丘っていう字の方がこう、画数が少なくて、こういう白い空きがね、広いので、なんかこうパッと見たときに、わかりますかね、この丘がね、ちょっと大きく見えちゃうので、ね、わざと間違えましたか、わざと間違えました風に喋ってますけど、少しね、幅をね、狭くというか、この、静かっていう字よりかは、こう狭くね、してやると、少しだけ狭くしてやるといいかなと思います。ただあんまりこうね、こういうとこ狭くなってくると、それはそれでみたいな感じなので、少しだけね、狭くしてやるといいと思いますね。こういうとこ間、空間空けて、やるといいかな。この下の山っていう字もあんまり幅が広がりすぎないようにしてやるといいと思いますね。ここが中くらいに幅があって、ここが狭くとやるといいと思います。さて、最後ですね。愛知行ってみたいと思います。こんな感じかな。はい。愛知の愛っていう字は足がね、こうある字なので、最後やっぱこことここでしっかり幅を取りたいというか支えたいので、ここは少し上にしてあげて、で、この右払いがね、しっかりの目立つようにしたいんで、ここも当然幅を削ってますし、こっち側も少し幅を削ってますよというところになります。足これ長くしたいんで、上がね、こう、やっぱりこうパーツがね、多い字なんで、こう高さをどんどん奪っていってしまうと足が入らないよっていう風になっちゃうので、なるべくこの上のパーツは、こういう払い一つにしても横にねするイメージで、高さを極端に言うとどんどんこう、幅をね気をつける必要はあるんですけども、高さがね一番重要なので、ここが長くこうなれるようにしてやるといいかなと思います。汁はこれが飛び出るといいかなと思うんで、上は幅狭くして、この人しっかり出して、払いも伸ばしつつもこれよりは外に行かないイメージで、これも口なのでギュッと中に入れてやるといいかなと思います。で、字はこれ頭を出しましょう。ここね。なのでこういうあれだとかっこつかないよという感じになります。頭と足をしっかり出して、ここも横幅も目立たせると。さあ、中部地方はいかがだったでしょうか。もしこの動画参考になりましたら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただいてありがとうございました。文鎮でございました。バイバイ。